盆栽からしたらもったいない。松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目、北谷隆一です。今回のテーマは、きつい剪定をした後の植え替えはダメかどうかというお話をしたいと思います。早速、この今横にある盆栽、結構もともとしっかり枝ついてたんですね。それをここの幹曲げて、ぐっと曲げたんです。で、かなり改作したんですけども、こんだけ枝数減らしてね、もうほんと、ボーボーだったのをスカスカにして、で、例えば今すぐ植え替えするとなったら、ちょっとさすがに負担が大きすぎて、この子でも傷むとかね、下手したら枯れるみたいなことがあるんじゃないかなとは思います。ただでも、盆栽なんで、畑の木なんかに比べたら根が結構細かくいっぱい出とるから、もしかしたらいけるかもわからんですけど、なんかギリギリアウトな感じかなと。はい。で、これなんかね、全然違う盆栽ですけど、これもボーボーだったのを結構しっかり芽を減らして、今でもついてますけど、結構減らしたんですね。ほんで、切るとこも切ってみたいな、葉っぱも切ってみたいなね、そんな感じにしとると、やっぱこの若い木でも、もしかしたらちょっと傷むようなことあるんじゃないかなと。でも盆栽だからギリギリセーフかなというような、そんな話ですね。で、植え替えに対してその上がきつめの剪定したら、その植え替えやっぱ調子悪いっていうのは、僕の中では結構ある話なんですけど、他の方ではあまり言う人言わない人おるかもしれないです。で、それもなんで言い出したかと言いますと、うち盆栽畑から、鉢にあげて、これもそうですけど、で、盆栽作っていくという、作業の流れが多いんですけども、鉢にあげる作業って一番危ないんですね。で、その時に鉢にあげる中で、やっぱたまに枯れる子が出てきます。で、そういう子の特徴どうかなというと、他の子は芽がボーボーでね、一個一個の芽も大きいみたいな、そういう子はなかなか枯れないんですけど、枯れた子ってやっぱりね、芽が小さかったりだとか、ちょっとキンキンで、近いうちに剪定を施しすぎた、剪定しすぎてたっていうようなパターンの木ぐらいしか枯れないんですね。もともと黒松強いんで。で、畑からあげる難しいとはいえ黒松なかなか枯れないんですけども、上がかなり弱らされると枯れやすいっていうのが、畑からあげるときよくあります。なんで、盆栽は枯れにくいとはいえ、畑で枯れるようなことを盆栽ではしない方がいいんじゃないかという、そういうお話です。で、実際畑でどれぐらいまでの剪定をしたら、これはもうアウトだろうっていうのか、その境界線ちょっと畑の木を実際見ながらご説明しようと思います。はい、今畑の方に移動したんですけども、この辺ね、切って、間がないこともないんですけども、切ってそうですね、数ヶ月、多分8月とか9月とかぐらいに切った木なんですけど、今1月、2月なんですけども、半年経ってないぐらいです。で、まだまだ芽がね、やっぱ切った後にね、ちっちゃい芽がいっぱい出てきて、それが成熟しきってないと。で、隣の木なんか見たら、これ結構前に切ってるんですけども、これと多分切る時期がね、3ヶ月ぐらいしか差ないと思うんです。でも、いい時期、多分これ5月、6月ぐらい切ってると思うんですけど、だったらもうしっかり芽が大きいんですね。こうなったらもう全然枯れない。で、こういう小さい芽のはもうかなりの確率で枯れます。僕の感覚で言うと。で、これなんか全然しばらく切られ、多分1年切られてないんですけども、こんなボサボサの方がまだまだ全然枯れにくいですね。こういうもう芽が大きい。もう全然その新芽にハサミが入ってないから枯れにくいっていう感じですね。それに引き換えこっちの方の芽の小さいのは新芽にハサミが入ったから小さい芽が脇から出てきて、数は増えてるけどもまだ成熟してないと。だから、逆に言えばその新芽にハサミを入れずにこういうんでもその大きい芽を抜くだけだったら剪定しても結構枯れにくかったりはしますね。とはいえそれでもやりすぎたらちょっと危ないです。はい。だから植え替えするときってその本当根をしっかり切らないと植え替えの意味がないんで、結構危ないことしますから、やっぱりその
万全の状態で植え替えした方がいいと。で、特にその、畑なんかね、根回しみたいな、まあ、僕も他の動画でやりましたけど、根回しも大事ですけど、なんぼこれ、この辺のね、目の小さい木、根回ししっかりできとっても、上がこんだけ弱かったら、僕の感覚では危ないです。だから、最近の経験上では根回しの重要性の方が4ぐらいで、上が弱かったら枯れるみたいな可能性がまあ6というか、もう上の大事さが6、根回しが4みたいな。ちょっと前まで根回しの方がもう8ぐらい大事じゃないかと思ってたんですけども、最近どうも枯れた時の傾向を見ると、上の方が大事なんじゃないかなと思ってます。この考えまた変わるかもしれないですけど、今んとこそっちで間違いないんじゃないかなと思いながら、植え替えとか鉢上げみたいなね、作業をやってます。はい。なんで、その皆さん植え替えされるときは、まあ、なるべく上のね、枝の部分のきつい手入れは、してないときに、植え替えした方が無難かなと思います。僕らでもかなり気をつけてやってでも枯れるときがあるんで、まだまだ初心者ですという方は、あんまり上をね、いじめた後に、セットで植え替えも言うたらちょっと危ないなと思って、作業をしていってください。はい。本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目、北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。